First, click on Subtitle Display. The next step is to set up. Select Subtitles. Please select your preferred language. それでは始めたいと思います。岩崎正弘と申します。野菜は最強のインベストメントであるという、内容で、野菜の凄さ、そして皆さんの体を健康にする方法、こちらをご紹介できればと思います。まず、インベストメントというのは投資という意味になります。これは将来のリターンを見込んでお金を投じる。で、投資をすることで資産が増え、人生の選択肢が広がり、その一方で、誤った投資というのは資産が減少してしまうリスクというものがあります。これは皆さんご存知の、お金の投資の考え方なんですが、同じくですね、脳と体というものはもう唯一無二の資産ということができますので、自分の脳や体に、お金を使って投資する。これは、同じ意味になるかと思っております。野菜を食べなさいねと。これは古今東西、世界どこを見渡しても同じことを子供たちに、投げかけている言葉です。で、野菜というものは栄養学の進歩によって非常にたくさんの機能性というものが、近年明らかになってきております。いくつかその機能性をご紹介したいと思います。ここではもう野菜を摂取する。これは野菜投資というふうに呼んでいきます。野菜を摂取した場合の、エイジング効果ですね。体の細胞の老化。これに対してどのような影響があるかという研究も進んでおりまして、その中で、野菜を1日に 100g 追加できれば、およそ2年、体の細胞の老化が、遅くなる。2年若返るというような結果が出ております。さらに面白いのは、200g 追加することによって4年、300g になると6年のエイジングを抑えるという効果があります。これは細胞レベルのお話です。なので、今現在よりもプラス 100g というのを目指すことで、アンチエイジングにつながるということが、細胞実験からも分かっております。さらに精神障害のリスクにおきましても、食事内容の質というものが非常に重要性を、謳われておりますが、この場合、食事の質の中に野菜摂取量の多さというものが加わっております。これも野菜摂取の多い人ほど精神障害によるリスクが低い。逆に悪いというのは動物性脂肪や加工食品の摂取が多いという方の場合は、精神障害リスクが高くなるという傾向が発見されております。またですね、精神障害まではいかないんですけれども、その前段階、普段の忙しさやいろいろなストレス、これ知覚ストレスと言いますけれども、ストレスの中に、例えば日々不安を感じてしまうとかっていうものも、野菜摂取をすることによって 28% 不安が和らぐ。さらには、緊張して、普段を切羽詰まったような感覚になる。そういう感覚も 26% 下げることができる。そして、幸福感を感じるというのは、これはストレスが減るということになるんですけれども、野菜摂取が多ければ多いほど 31% 幸福感が高まる。そして要求というのも、これも知覚ストレスの一つなんですけど、これはいわゆる一人で、いろいろなことを抱え込んでしまうような状態ですね。こちらも野菜摂取をすることによって 15% 抑えられるということが分かっております。こういった野菜を摂取することによって我々の体、アンチエイジング、そして脳、精神面、こういったところに対するリターンというのは科学的に証明が進んできています。つまり脳や体の調子が良くなる。イライラやストレスも少なくなる。幸せを感じやすくなる。毎日が充実してくる。行動力もその質も当然高まってきますし、活発になってきます。その結果、仕事の結果も驚くほど良くなっていきますし、それによって周囲の人たちをより幸せにする。あるいは、その人たちと過ごす時間も長くなる。で、こういったリターンというものが、自分の健康、それが野菜投資というものによって導かれるということが証明されております。こういった人のところには、当然人やお金も集まってくるような気がしませんかっていうことなんですね。なので、ここまでの話でも、さあ、野菜を食べましょう。ということが言えます。ところがですね、野菜摂取の現状というものは、現在日本では、目標としている 350g というところには、およそマイナス 100g 足りておりません。年々摂取量は減っておりまして、2023年以降の予測っていうものも研究されているんですが、
どんどん減ってきて、2040年にはもう200グラムも満たない状況になり得ると言われております。で、現在日本人の野菜摂取量というのは、アメリカの野菜摂取量に負けています。昔は、不健康の代表と言われていた欧米のような、高脂肪、高カロリー食、で野菜不足という内容が、今ではですね、アメリカ人のように野菜をたくさん食べましょうね、と言われてしまうような状況になってきております。で、この野菜不足というのは、世界中で、課題として、認識されておりまして、健康っていうものの考えたときに、自分の人生、本来全うできる寿命というものを一つの軸に考えたときに、健康に生きた時間の合計、これは健康に生きたヘルシーライフと言われます。そこにですね、失われてしまう自分の時間、大切な人と過ごせる時間がなくなることですし、自分の能力を最大に発揮できる時間も失う。得られるはずのお金も失うということで、この、オレンジで示しているところというのが、非常に問題視されています。生まれてからいろいろなことがあります。で、病気になったり、怪我をしたりするので、治療時間というものがかかってきます。これを今、WHO では、病気や障害とともに生きた時間というふうに言っておりまして、この合計値も失われている時間というふうに考えられています。さらに、体の障害は、時に早死にということを生んでしまいます。これは本来生きていけるはずの時間が大きく目減りするということですので、失われてしまう生命年数というふうに考えられています。自分の人生で寿命の間、これまでは健康寿命と言っていたんですが、非常に分かりにくい表現だったところに、明確にですね、この病気や障害とともに生きた時間の合計と失われてしまう生命年数を足した障害調整生命年数というふうに定義されております。で、この時間が長くなればなるほど、自分の大切な時間が失われていくということで、これは世界的にも人生の損失であるということ。で、そして世界では経済の損失につながっていて、人類社会の発展の損失にもつながっているというふうに考えられておりまして、健康投資っていうものが重要視されており、障害調整生命年数を大きく増やしてしまうものの因子として、野菜の不足というものも生まれてしまっております。つまり、この障害調整生命年数というものを減らすためには、なってからでは遅いので、先行投資が必須であるということ。で、そのためには野菜摂取量を増やしていく。野菜投資っていうのが非常に重要であるということが、分かってきております。なので、野菜を食べなきゃ、自分の大切な時間、大切にしている人と過ごせる時間が減っていくということになるので、野菜食べましょうということになります。で、投資というものと同じ原則で、野菜投資にも3原則というものがあります。野菜投資の3原則、長期、積み立て、分散という原理原則があります。で、これはお金の投資と同じく最低限必要な知識になります。野菜を食べることにも、当然これ投資と呼んでおりまして、体に対する健康の資産を高めて、自分の得られる時間の密度を高めていくということです。このリターンのために長期積み立て、分散というものが非常に重要になってきます。ここからこの3つの方法についてお話ししていきます。ちなみに私の本にも野菜投資家ウォーレン・ベジットというキャラクターが登場して非常にわかりやすく、栄養学のことと自分の健康というものをまとめて、話しております。まずはじめに野菜投資の3原則。長期の極意。続けることの威力なんですけれども、長期、これは、一生ということをもちろん目指すんですけれども、まずはじめは42日間を続けるということを目指します。42日間というのは6週間になってくるんです。大体栄養学の研究においても42回、6週間っていうものを一つの区切りとして研究がなされ、6週間で、これを食べたとき、食べなかったときでの体の変化っていうものを検証しています。この6週間、42日間っていうのを続けた場合に大きな影響があれば、必ず結果として出てきます。当然、健康診断の結果も、6週間続けることができれば、結果として、反映されてきます。毎日だったら42日間。でも、もしも週に1回だけだと、およそ1年の長い期間になってきます。
なので、42という数字をどれだけ短時間で繰り返すことができるか、これは威力につながってまいります。なので、できれば毎日野菜を選ぶ、野菜を食べるということを目指してほしいんですけれども、忙しかったりとか、旅行に行ったりとか、楽しみと交流の場ということで飲み会もあります。そういった時にできなかったことも踏まえると、毎日を目指しながらも自分のペースを無理に崩さない、とにかく続けるということが重要です。お金の投資も一緒で、いきなり投資した金額が倍になるっていうことはなかなかないことで、得られないからって言ってすぐに諦めてしまうとずっと変わらないですよね。健康の場合は体っていうのは秒速で老化してます。昨日あった時より老けてます。残念ながら年齢、時間の影響っていうのはもうこれ抗うことはできませんので、細胞という自分の脳も体も毎日目減りしています。なので、そこに、日々入れていくペースっていうものを最後は毎日につなげていくんですけれども、できるだけ長期を目指してほしいというところです。多くの場合、最初に頑張りすぎて、結果的に、ストレスが溜まって、やめてしまう、離脱するっていうことも多々ありますので、それぞれのできる範囲からスタートする。最初は60点、70点でもいいので、長く続けて最終的には毎日食べるっていうところを目指すように、意識していただくのが長期のポイントになります。野菜というのは食べれば、その中に含まれている成分、これは確実に血液を巡り、我々の細胞、隅々まで行き渡ります。感じてなくても必ず行き渡っています。なので、体の変化は細胞レベルではもうすでに起こっています。なので、起こっていることは感じなくても、届いているということを確信して、信じて、自分の体に意識を向けてみてください。その効果っていうのは、例えばその日一日だけでも、たくさん野菜を食べた次の日、なんか朝起きた時、体が軽かったり、目覚めがスッキリしていたり、あんなにお酒飲んだのに、なんか体が楽だな、みたいな、このなんか調子がいいっていうのは、これは野菜の効果なんですね。野菜を食べるっていうのは量の影響もありますし、こういった日々は気づかないことも、自分の今の状態と比べて次の日どうなのかっていうふうに、自分の体に向き合うことで実感っていうものは出てきます。便通とか分かりやすい、体の変化に気がつくと疲れがたまらない体になっていた。ゴルフに行ったり、いろんなことしても、なんか調子がいい、こういう風になっていくものですので、ぜひですね、長期の効果というものを期待して取り組んでみてください。そういう風にやっていただくと、変化に気づいた瞬間、もう不健康には戻れません。続けていくことで、自分の意識を体に向けていただくことで、投資っていうのは効果を発揮していきます。二つ目、積み立ての極意。正しい野菜摂取の勧め。野菜の持つ栄養成分っていうのは非常に多岐にわたります。当然、ビタミンやミネラルっていうもの、そして近年、たくさんのフィトケミカルという成分が発見されてきました。フィトケミカルというのは、簡単に言うと、例えばトマトのリコピンとか、紫キャベツとか、ナスビとか、紫の成分、アントシアニンとか、ポリフェノールとか、そういった成分たちなんですけれども、非常にたくさん見つかってきまして、こういった成分、本当に細胞を変える効果があって、こういったものを体に入れていくと、効果が積み上がってまいります。で、反対に、ジャンクフードや加工食品、いわゆる不健康な食品や成分というものも積み立てられていくものです。なので、食べるものっていうのは体の中に影響を及ぼし、積み立て効果っていうのが悪いものもいいものも、蓄えられていってしまいます。これが投資での失敗というところで、悪いものに投資する頻度が多い。しかもそれを長期でやっていたりすると、当然、自分の体というものはどんどん悪くなっていく。資産が目減りしていきます。なので、いいものを食べる、不健康なものを食べる。これは、選択ということで、投資対象というふうに今後考えていただいて、できるだけ野菜に限らず、これは体に良くなさそうだなというものを食べちゃダメではなくって、積み立てていってるという感覚で、気をつける部分っていうのが見つかってきたらいいかと思います。そしてですね、サプリメントっていうものも、あります。これは栄養の補助品なので、全然いいんですけれども、野菜の代わりにサプリメントにしています。これは、サプリメントっていうのは、ある成分の補助食品なんですね。なので、特定の成分を補助するっていうのであれば、
当然それは理にかなった取り方なんですけれども、野菜の代わりではないということは一つ理解しておいていただきたいと思います。で、どっちがいいかという議論ではなくて、野菜とは異なるということです。で、野菜にはですね、ビタミン、ミネラル、フィトケミカルというものがたくさん含まれていますが、積み立てっていう意味では、いろいろな成分がたくさん入ってくるという意味では、野菜という、天然の食材というものには発見されている成分から、まだ人間が発見していない成分までたくさん含まれています。なので、基本的には、この野菜というものの、そのたくさん含まれている成分も積み立てた方が、当然メリットが大きいというふうに考えられるので、お得だと思っていただくといいかと思います。そして、新鮮度。当然これは栄養成分量や味の影響にもつながってきますし、規格外というのは、いわゆる農家さんが、虫食いがあった。あるいは無農薬で育てたりすると、形が、ものすごく大きく、元気に育っちゃう。たりとか、逆に、ナスビにもぐにゅっと曲がったような形で、よくスーパーで売ってるようなまっすぐのものじゃなくなったりするんですね。そういったものを規格外というんですけれども、栄養成分としては形が悪かろうが、虫食いがあろうが、全く価値は変わりませんので、規格外を選ぶというものも、一つ、非常に栄養成分の多いものもあったりしますので、選択肢に入れると良いかと思います。また有機野菜というのは人工肥料の場合は、ものによってはそれが野菜の中に残っちゃって、子供が食べたら害を及ぼすようなものも稀にあります。研究の世界では、残留農薬であったりとか、化学肥料の残存っていうものは当然健康を害するっていうことが証明されています。使ってることが悪いんじゃないんですけれども、洗う程度がまだ甘かったりとか、場合によってはどこからどういうふうに育てられたかわからないものの場合は、少しだけリスクが伴ってくるというので、投資はやっぱり最大のリターンを目指すわけですから、よりいいものを選ぶっていうことができれば、それはリターンは大きくなるというふうに考えることができるので、オーガニックや有機というものも選択肢としては非常にいいと考えることができます。あと外国産はやっぱり遠いところから船便で運んでくるのですごく時間かかりますよね。それは鮮度の関係にもつながってきますし、国内だと、いくら遠い北海道から運ぶ、青森から東京に運ぶと言っても、海外から運ぶよりは時間は非常に短いです。早く手に入るというのは鮮度の問題とも関連していいものと考えることができます。あと、旬というのは、その野菜が最も栄養価も高く、そして美味しく育つ時期のことです。その時期にたくさん育つので、生産量も増えるんですね。生産量が増えるということは、スーパーでもたくさん増える、価格が下がるということがありますので、安くて美味しくて栄養価の高いものが手に入るということで、もう投資の仕込み時としては、もう買いしかないんですね。なので、例えば冬で人参も旬です。ほうれん草、旬です。こういったものは夏に買うよりも圧倒的に安いです。なので、それを見かけたら迷わず買いと思っていただくと、スーパーで見てるのも、楽しくなってきます。質の高い投資ほどリターンが大きくなりますので、鮮度や、栽培方法や、どこで作られたのか、旬なのかっていうところは、リターンが大きくなる投資案件としては非常に良いと考えることができます。積み立てていくためには、野菜投資の質と量を高めるというのを目指すのが極意というふうに言えます。そして最後の3つ目、分散の極意です。これはバランスよく栄養素をとってリターンを最大化するということにつながるんですが、これはよくあるんですけれども、野菜食べてますか？食べてます。どんなものかというと、レタスばっかりだったり、あるいはトマトばっかりだったり、もやしだけだったり。これ全部実は偏り野菜投資なんですね。もう一点集中。で、一点集中っていうのは、ないよりはマシです。でも、投資と一緒で、一つに、集中しすぎると、何かの時にリスクが伴ったりとかしてきます。で、味や色の違いっていうのは栄養成分の違いでもありますので、赤いものだけを貯めていると赤に含まれている成分しか手に入りません。なので、分散という意味では、色の違いっていうところで、赤や緑や黄色、白、ごぼう、玉ねぎも白です。っていうものも、基本分散っていうところで、違う栄養を手に入れることができます。で、分散摂取っていうのは、複数の異なる栄養成分を体に入れるということができますので、栄養の相乗効果というものが非常に、高くなるということが証明されています。
なので、一つの成分をどれだけたくさん経っても、一箇所のツボを押し続けてるだけなんで、一つのツボを押して効果っていうのも、もう最大高まって上限があります。ところが分散させると、例えば目的、ダイエットにおいても、あの手この手でアプローチしてくれて、相乗効果で結果的に少ない量、それぞれは少なくても最大の効果を引き出すということが証明されていますので、分散というのは非常に効果が高まります。なので、部位や色の異なる野菜を選ぶ。これ分散投資の基本になってきます。方法としては、ここに野菜投資の分散マトリックスというのを、紹介しておきます。例えば野菜には葉物を食べる、キャベツ、レタス、ほうれん草というのはまさに葉物です。そして、葉野菜、果肉の部分をよく食べるっていうので、トマトとかわかりやすいですね。お茄子もそうです。こういうのは果肉の部分を食べるという野菜です。そしてもう一つは、根菜と呼ばれる、硬い、ごぼうとか人参みたいなものが、根菜類に入ってきます。これ全部種類の違うというものです。さらにそこから色の違い、わかりやすく3色で考えるといいと思います。緑、赤、その他には、青や、黄色とか橙、そして白色、その他というふうに考えて、この3色、そして形、部位の違いっていうので、選んでいただくと非常にわかりやすいと思う。色っていうのは特にわかりやすい、成分の違いなので、まずは買い物カゴの中を見たときに3色以上あるかどうか。あるいは朝、昼、夕を見渡したときに、朝緑食べたな、お昼は赤色のトマト食べた。じゃあ、赤、緑はもう取ったので、夜は、玉ねぎ白にしよう。なんなら今日はごぼうにしたれ。みたいな、色で、3色を目指すっていうのは非常にわかりやすいので、こういったところでまずは分散投資のスタートをしてみてはいかがでしょうか。で、ここまで著書にも書いてあることの一部を紹介してまいりましたけれども、やっぱ投資というところで、ウォーレン・バフェット、投資の神様と言われていますが、面白い言葉を残しております。あなたが車を1台持っていて、一生その車にしか乗れないとしよう。当然あなたはその車を大切に扱うだろう。まめにオイルを交換したり、慎重な運転を心がけたりするはずだ。そこで考えてほしいのは、あなたは一生替えが利かない心と体しか持つことができないということだということで、どれだけお金を持っていても、この体と脳というのは本当に替えが利かない。なのに、日々どれだけメンテナンスしているのか、もっと高めるために、投資しているのかどうかっていうのが非常に重要なのかなと思います。さあ、野菜を食べましょう。ということで、私の著書でこの内容をもっと細かく、各栄養成分やいろいろな野菜の、機能性を紹介しています。今、Amazon でも手に入りますので、ぜひご購入いただいて、野菜投資家になっていただけたらと思います。また、野菜を食べるというこの投資は自分の体や脳だけでなく、農家さんが作ったものを食べるということなので、農業への投資にもなります。食事というのは1日3食、1年間投資し続けるわけじゃないですか。自分のお金を日本の農家に、投資するという意味にもなる。あと、いい野菜というのは、いい育て方をしているものが多いです。つまりこれは環境にも良くなります。つまり、いい野菜を選んで投資する。これは環境への投資にもなるということで、この野菜投資に込めた思いっていうものも、この著書にも込めて熱く語っておりますので、ぜひその辺もですね、楽しんで読んでいただければ嬉しいです。で、私は栄養コンシェルジュ協会というので、栄養学を中心に、実践できる病気の治療だけではなく、日々の中で、自分にできる健康法、栄養方法というものを、伝えるお仕事をアスリートや、いろいろな医師や専門家と共に活動しております。栄養学を学びたいという時には、栄養コンシェルジュ協会一つ参考にしていただければ幸いですし、野菜投資というのが農業への投資、そして環境への投資になる。で、規格外や、野菜の収穫後、どうしても鮮度っていうのは落ちていきます。で、10日もあれば腐って生ゴミになってしまう。こういったものをどうやって救うかっていうところで、農家さんと連携して、野菜を丸ごと水だけ抜いて、パウダーにして、カプセルにギュッと詰めただけの、粉野菜っていうものを、農家さんと一緒にやっております。6粒食べればサラダ1皿分っていう風になって、直接農家さんからいい野菜が届くような仕組み作りというものをやってますので、こちらも、応援していただければ非常に嬉しいです。ということで、本日は皆さん、
どうもありがとうございました。もしよろしければ、インスタグラムで情報発信しておりますので、登録していただけたり、ご質問とかいただけたら、コメントしたり、お返ししたりしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございます。いいね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。質問やコメントありましたら、ぜひそちらもお願いいたします。まだまだたくさん、話したいこと、皆さんに伝えたいこと、動画のコンテンツ内容、いろいろ予定していますので、ぜひお楽しみにしてください。